皆様こんにちは、ゼイラです。今回は2023年上半期ベストコスメ発表前に振り返り、上半期に発売されたファンデーション12種類を総まとめしてご紹介していきます。上半期もベースメイクが人気のシャネルやクレドポーボーテ、ディオールから新作のファンデーションがたくさん発売されましたよね。前回は上半期に発売された下地10種類を総まとめしてご紹介しましたので、今回はファンデーション12種類を塗り心地、仕上がり、保湿力が高いタイプか崩れに強いタイプか、香り、自然光での見え方、そして4時間後のマスク崩れについて以上の項目に分けてご紹介しておりますので、少しでもファンデーション選びの参考になれば嬉しいです。こちらのチャンネルでは他にも新作のコスメなどもご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。それでは2023年上半期に動画内でご紹介したファンデーションをおさらいしていきます。まずはこちら、2月7日発売、イプサパウダーファンデーション E。2月10日店頭発売、3月1日オンライン発売、シャネルルブランブライトニングコンパクト。2月18日発売、エレガンスウォータリーフィルミックファンデーション。2月24日発売、ディオールスノー UV シールドクッション。3月1日発売、ポーランドジョーボーテベールファンデーション N。3月3日発売、ジルスチュアートビューティーグローシフォンセラムフィルター RMK スキンティント。3月15日発売、ローラメルシェフローレスルミエールラディアンスパーフェクティングトーンアップクッション。3月21日発売、クレドポーボーテタンクッションエクラルミヌ。5月5日発売、シャネルレベージュトゥシュドタンレベージュヘルシーグロークッション。そして5月31日発売、ローラメルシェリアルフローレスウェイトレスパーフェクティングファンデーション。以上の12種類です。まずは2023年上半期に発売されたファンデーション全体の特徴についてまとめると、王道のリキッドタイプ、人気のクッションタイプの他にもパウダータイプのファンデーションも多く発売されて、ファンデーションの種類が豊富でしたよね。そしてどのタイプにも共通しているのが、素肌のようなすごく自然でツヤのある仕上がり、そして春夏発売のファンデーションなのに崩れに強いというよりも保湿力が高いアイテムが多かった印象です。特にパウダータイプでもしっとりとしていたアイテムが多かったので、乾燥が気になる肌タイプの方にも使いやすいアイテムが多かったんじゃないでしょうか。それではそんな上半期のファンデーションの特徴の一つでもある素肌のような自然なカバー力のファンデーションからご紹介していきたいと思います。こちら、イプサのパウダーファンデーション E、シャネルのルブランブライトニングコンパクト、RMK のスキンティント、そしてローラメルシェのリアルフローレスウェイトレスパーフェクティングファンデーション。以上の4つです。こちらの4つはツールや塗り方によってはカバー力をアップさせることもできますが、今回ご紹介していく12種類のうち特に自然な仕上がりだったなと感じたので、カバー力がナチュラルなタイプに分類分けしてみました。そしてちょうど RMK とローラメルシェのリキッドについては仕上がりについてご質問もいただいていたので、まずはこちらの2つからご紹介していきたいと思います。今回下地はこちら。上半期に発売された中でも特にオーソドックスなディオールのディオールスキンフォーエバーグローベールを使用しているので、まずはこの上に RMK から塗っていきたいと思います。RMK のスキンティントはこんな感じで、水が弾けるようなみずみずしい感触というブランドからの説明の通り、化粧水のようにみずみずしく肌にスッと馴染んでくれるタイプです。こちらは下地なしでも使えるというアイテムですが、下地と組み合わせると少しカバー力がアップしてくれます。肌の上にのせてもこんな感じで化粧水を塗っているような感覚でかなりみずみずしいので、
肌表面のパサつきが気になってうまくベースが塗れないという方にもとても使いやすいです。はい、こちら側半分に RMK のスキンティントを塗ってみました。こんな感じでスキンケア後のようなみずみずしいツヤ肌に仕上げてくれます。このくらい距離があると、このみずみずしいツヤに光が反射するので、意外とカバーしてくれている感じに見えますが、近くで見るとこんな感じで素肌の透け感が残るような感じなので、赤みやニキビ跡などの気になる部分はコンシーラーなどと合わせて使用した方がおすすめなナチュラルなカバー力です。そして肌表面の質感としては、塗りたてはみずみずしい化粧水のようなテクスチャーでしたが、塗り終わってから少し時間が経つとキュッと引っ張り上げられるようなピタッとしたマーク感を感じます。オイル感はないですが、みずみずしさをこのピンと張るマーク感で閉じ込めてくれている感じなので、オイル感ではなく水分で長時間保湿をしたいという時におすすめです。これからの季節、日焼けをして乾燥してしまって肌の水分が足りないなと感じた時にもとても使いやすいアイテムだと思います。そして香りについては原料のような香りがほんのりとする程度なので、香りが苦手な方にも使いやすいと思います。では反対側にはローラメルシエのリキッドファンデーションを塗っていきます。こちらはこんな感じでかなり軽くてみずみずしさの中にも程よいオイルっぽさを感じるような塗り心地のファンデーションです。こんな感じで軽いので肌の上にのせても負担感を全く感じませんが、しっかりとみずみずしさの中にもオイルっぽさを感じるので、重たいタイプのファンデーションは苦手だけれどしっかりと保湿をしたいという方にもぴったりです。はい、こちら側半分にはローラメルシエのリキッドファンデーションを塗ってみました。反対に塗っているしっかりとツヤを感じられるツヤ肌仕上がりの RMK と比較するとより分かりやすいと思いますが、こちらのローラメルシエはツヤツヤしすぎない素肌のような自然な仕上がりが特徴です。そしてこちらも厚塗り感を全く感じさせないナチュラルな仕上がりですが、近くで見てもこんな感じで素肌の透け感は残りますが、意外とファンデーションの顔料がしっかりと毛穴や凹凸に密着してくれている感じがするので、ナチュラルですがこの密着感がある効果で、反対に塗っている RMK よりも僅差でカバー力が少し高いのかなという印象です。そしてこちらのファンデーションは同時に発売された専用ブラシを使って塗ることで、より肌のキメにファンデーションがピタッと密着する感じがするので、こちらの専用ブラシを使うともう少しカバー力をアップさせることもできました。そして肌表面の質感としてはとても軽いので全く負担感を感じないのに、オイル感と水分のバランスがよくしっかりと保湿してくれる感じなので、水分だけでは物足りなくてオイルっぽい保湿感も感じたいけれど重たさが出てしまうタイプは苦手という方にもとてもおすすめな保湿力が高いタイプです。そしてこちらも香りは原料のような香りがほんのりとする程度なので、香りが苦手な方にもおすすめです。それぞれアップで比較するとこんな感じです。どちらも厚塗り感の全くない素肌のような自然な仕上がりですが、やはり近くで見ると RMK の素肌の透け感とローラメルシエのファンデーションの密着感の違いが分かりやすいと思います。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見るとよりこの RMK のツヤツヤな感じとローラメルシエの素肌のような自然なツヤの違いが分かりやすいと思います。そしてやはり RMK はこのツヤの反射でカバーをしつつ素肌に透け感が残るような感じなのに対して、ローラメルシエは自然ですが肌にファンデーションが密着している感じでカバーしている感じの違いが分かりやすいと思います。そして4時間後のマスク崩れについて、過去の検証結果はこんな感じでした。まず RMK は塗りたてからカバー力がナチュラルな分、そこまで崩れは感じにくかったですが、全体的に少し薄まっていく感じがしました。ただ水分による保湿感はしっかりと持続していましたが、皮脂によるベタつきやテカリ感は気になりにくかったです。反対にローラメルシエは水分の他にもオイルっぽさも感じる保湿感があったからか、
皮脂崩れが気になる肌タイプの私に使うと、全体的に皮脂による崩れが気になる印象でした。こちらはどちらかというと乾燥肌の方におすすめです。では続いて、シャネルのルグランパウダーファンデーションとイプサのパウダーファンデーションです。まずシャネルのルグランパウダーファンデーションはこんな感じで、パウダーファンデーションなのに全く粉感がなくて、ハイライトを塗った後のようなツヤ肌に仕上げてくれるのが大きな特徴です。付属のパフで塗っていきたいと思います。パフは2面になっていて、まずは今塗っているスポンジ面でしっかりとカバーをしていきます。こんな感じでパフにしっかりと取って塗っていますが、全く粉っぽくならないですよね。そしてこんな感じでスポンジ面でのせているだけでも肌に綺麗なツヤが乗っているのが分かりやすいと思います。そしてさらに肝面で磨くようにつけていくと、こんな感じでよりツヤが増していきます。とても軽くてしっとりとしているので、乾燥が気になる肌タイプの方にも使いやすいパウダーファンデーションです。はい、こちら側半分にシャネルのルグランパウダーファンデーションを塗ってみました。こちらはパウダーファンデーションなのに、ハイライトを塗った後のようなパールによるツヤが乗るところがとても綺麗ですよね。そしてパウダータイプなのに軽くてしっとりとしていて、肌に滑らかに馴染んで、重たくて厚塗り感が出ないところも大きなポイントです。スポンジ面でしっかりと塗って毛穴を磨くようになじませてカバーしていきましたが、近くで見てもこんな感じで厚塗り感は全くなく、程よく肌の透け感が残るようなカバー力です。赤みやニキビ跡などを完全にカバーするという感じではなく、透け感が目立つので、こちらもカバー力はかなりナチュラルなタイプのパウダーファンデーションだなと思います。そして肌表面の触り心地としては、パウダータイプなのでリキッドやクッションタイプと比較すると油分による重たさやベタつきは全く感じませんが、しっとりとしていて軽いパウダーが肌に滑らかに馴染むので、乾燥が気になる肌タイプの方にも安心して使いやすいタイプのパウダーファンデーションなんじゃないかなと思います。パウダータイプだとパツボったく仕上がるのが苦手という方や、乾燥が気になるという方、ツヤ感が欲しいと感じる方にもとても使いやすいと思います。香りについてはシャネルのルブランシリーズ共通の少しパウダリーな香りがしますが、香り自体はかなり弱めなので、香りが苦手な方にも使いやすいんじゃないかなと思います。では反対側にはイプサのパウダーファンデーションを塗っていきます。こちらも反対側に塗っているシャネルと同様、かなり軽いタイプのパウダーですが、ツヤすぎずマットすぎずな素肌に近いような仕上がりが特徴です。こちらもシャネルと同様、付属のパフがスポンジ面と肝面に分かれているので、まずはスポンジ面でしっかりとカバーをしていきます。こちらもフェイスパウダーのような軽さで粉っぽくはなりませんが、反対に塗っているシャネルと比較するとサラサラとしているタイプの分、少しパウダーっぽさは感じやすいです。肝面で磨いていくと毛穴や凹凸をふんわりと綺麗にカバーしてくれます。はい、こちら側半分にはイプサのパウダーファンデーションを塗ってみました。このくらいの距離で見ると、イプサの方が毛穴や凹凸をフラットに滑らかに見せてくれる分、シャネルよりもカバー力が少し高く見えますが、近くで見るとこんな感じで肌の透け感も残っていて、赤みや色ムラなどもしっかりとカバーをしているというわけではないので、こちらもかなり自然なカバー力のパウダーファンデーションです。仕上がりとしてはツヤすぎずマットすぎずな素肌のような自然な仕上がりで、毛穴をきれいにふわっと補正してくれるので、重たさは感じないナチュラルなカバー力で軽いつけ心地なのに毛穴カバーをしてくれるタイプのファンデーションを探しているという方にぴったりです。そして肌表面は皮脂を味方につけて皮脂崩れに特化しているタイプというブランドの記載の通り、粉っぽさや重たさは感じないサラサラな肌に仕上げてくれます。こちらはしっかりと皮脂崩れ対策をしたいという方にぴったりです。そして香りについては原料のような香りがほんのりとする程度なので、
香りが苦手な方にも安心して使っていただきやすいんじゃないかなと思います。それぞれアップで見るとこんな感じです。どちらも素肌の透け感が残るような厚塗り感のないナチュラルなパウダーファンデーションですが、シャネルの滑らかなツヤ仕上がりとイプサの綺麗に毛穴を補正してくれている効果の違いが分かりやすいと思います。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見るとよりシャネルのパール感のあるハイライトで仕上げたようなツヤ感の感じと、イプサの毛穴をしっかりとぼかしている感じの違いが分かりやすいと思います。どちらもすごく綺麗ですよね。そして4時間後のマスク崩れ、過去の検証結果はこんな感じでした。シャネルはパウダータイプのファンデーションですが、しっとりとしているからか4時間過ごしてみると全体的に少しテカリが気になりました。ファンデーションが皮脂と馴染んで薄くなるような崩れ方でした。反対にイプサは4時間過ごしても肌はサラサラのままに保ってくれていて、パサパサに乾燥してしまうという感じではないですが、小鼻の皮脂も気にならないくらいのサラサラ肌に保ってくれました。乾燥が気になる肌タイプの方にはシャネルがおすすめ、皮脂によるベタつきや崩れが気になる方はイプサがおすすめです。はい、まずは1つ目の素肌のようなナチュラルなカバー力の4つはこんな感じでした。どれも重たさを感じさせないようなナチュラルな仕上がりで、つけ心地も負担感のないアイテムでしたが、しっかりと保湿力も感じられるアイテムが多いところがすごく使いやすいポイントだなと思います。この4つの中で一番しっかりと保湿力を感じられたのはローラメルシェで、こちらにはオイル感と水分感どちらの保湿感もあったので、夏場でも乾燥対策をしっかりとしたいという方におすすめ。RMK は水分による保湿感が持続するので、重たさやベタつきがあるのは苦手だけれど、しっかりと肌を潤わせたいという方におすすめです。そしてシャネルはパウダータイプなので、オイル感は感じませんが、しっとりとしていて肌に密着するような感じなので、パウダーファンデーションを使いたいけれど乾燥が気になるという方にもパサついたりせずにとても滑らかで使いやすいです。反対に皮脂崩れが気になるという方には4時間後の肌もサラサラに保ってくれるイプサがとてもおすすめでした。素肌のような自然なカバー力のタイプの中だけでもいろいろな肌タイプの方に使いやすいファンデーションが揃っているところがとても嬉しいですよね。続いてはこちら、中間的なカバー力のファンデーション、エレガンスのウォータリーフィルミックファンデーション、ディオールスノー UV シールドクッション、ポール&ジョーボーテベールファンデーション N、ジルスチャートビューティーグローシフォンセラムフィルター、フレドポーボーテタークッションエクラルミヌ、そしてシャネルのレベージュ・ドゥシュ・ドゥタン、以上の6つです。こちらの6つはナチュラルすぎずハイカバーすぎず、自然ですが適度なカバー感を得られるタイプです。ではまず、ある程度の保湿感はありますが、ベタつかずにさらりとした使い心地が似ているディオールとエレガンスからご紹介していきます。まずはこちら側にディオールのクッションファンデーションを塗っていきます。こちらのファンデーションの特徴は、スキンケアラインから発売されているので保湿感はありますが、クッションファンデーション特有の油分感がなく、さらりとした使い心地なところです。こちらも2月末に発売されたアイテムですが、人気となっていて、サブチャンネルでシャネルなどのこのクッションファンデーションとの比較動画もアップしております。こんな感じでサラサラに仕上がるからといってパサついてしまうという感じではないですが、肌表面のカサつきが気になるという時には滑らかなタイプの下地と組み合わせるとより塗りやすいんじゃないかなと思います。はい、こちら側半分にディオールのクッションファンデーションを塗ってみました。塗り心地としては油分によるベタつきを感じさせなくてさらりとしていますが、仕上がりはこんな感じで程よく頬の高い位置などに綺麗なツヤが乗っているのと、肌から浮く感じがしなくてとても自然なのにピンクに光るようなツヤが肌の上に乗るので、このピンクの発光感で自然に肌に透明感を出してくれています。パッ
ケージの側面がこんな感じでほんのりピンクに発光するようなデザインになっていますが、まさにこのパッケージのような自然なピンクのツヤをまとえるファンデーションです。白浮きしてしまったり不自然に見えてしまうのは苦手だけれど、自然に透明感をアップさせたいという方におすすめです。そして肌表面はパサパサに乾燥してしまうという感じではないですが、クッションファンデーション特有の油分っぽさや重たさがないので、油分っぽい重さが苦手な方や塗りたてから肌表面をさらりと仕上げたいという方にとてもおすすめです。香りはディオールスノーシリーズ特有の少し甘めのスキンケアのような香りがしっかりとします。では続いて反対側にはエレガンスのウォータリーフィルミックファンデーションを塗っていきます。こちらにはこんな感じの専用のスポンジが付属でついてくるので、こちらのスポンジでファンデーションを塗っていくタイプです。こちらはこんな感じでとても薄膜でさらりとした使い心地のファンデーションです。ただこちらは同じエレガンスの去年の秋冬に発売された高保湿のファンデーションと同じくらいのしっとり感を内側に感じるので、軽くて薄膜だけれどしっかり保湿もしたいという方にぴったりです。はい、こちら側半分にはエレガンスのウォータリーフィルミックファンデーションを塗ってみました。反対側に塗っているディオールと比較するとかなりカバー力が高く見えますが、近くで見ると意外とこんな感じで程よく肌の透け感も残って赤みや色ムラを完全にカバーしているという感じではないので、薄膜で厚塗り感のないファンデーションが肌にピタッと密着して毛穴や凹凸を滑らかにカバーしてくれる分、少し距離があるとよりカバー力が高く感じるようなファンデーションです。仕上がりとしても毛穴や凹凸を滑らかに整えてくれるので、厚塗り感のないつるんとした程よいツヤ肌に見せてくれます。そして肌表面は反対に塗っているディオールと同様、重たさや油分感がなくさらりとしていてベタつきなどの不快感は感じませんが、 SPF50 PA4+ の高い紫外線カット効果も入っているのに、内側は美容液を塗った後のような肌を柔らかく整えてくれるような保湿感を感じます。軽い塗り心地で毛穴や凹凸を滑らかにつるんとした肌に整えたいけれどしっかりと保湿感も欲しいという方にぴったりです。こちらのファンデーションは特に肌タイプ問わず使いやすいんじゃないかなと思います。そして香りはエレガンスのベースメイク特有の少し強めのスキンケアのような香りがついています。それぞれアップで比較するとこんな感じです。どちらもある程度のカバー感はありますが、程よく素肌の透け感も残るような厚塗り感のない自然な仕上がりで、どちらもベースはツヤツヤしすぎない程よい質感ですが、ディオールは上からピンクに発光するようなツヤが乗るのと、エレガンスは面で光るような滑らかなツヤが乗っています。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見てもどちらも厚塗り感のないつるんとした自然なツヤ肌が綺麗ですよね。そして特にディオールはピンクの発光感が分かりやすいと思います。エレガンスは自然光で見ても毛穴や凹凸感を感じさせない自然なつるんとした肌に仕上がっています。そして4時間後のマスク崩れ、過去の検証結果はこんな感じでした。ディオールスノーは4時間経った後も塗りたてのようなさらりとした質感を保っていて、皮脂によるテカリも気にならなかったので、皮脂崩れを防ぎたいという方やベタつき感を抑えたいという方にとてもおすすめです。そしてエレガンスもしっかりと保湿感が持続するので、小鼻周りなどは少しだけテカリが気になりましたが、薄膜ながらも塗りたてのようなカバー感をしっかりと保ってくれるようなタイプでした。それでは続いてはこちら、しっかりとツヤ感を感じられるクレドポーボーテとシャネルをご紹介していきます。まずはこちら側にクレドポーボーテのクッションファンデーションです。クレドポーボーテのクッションファンデーションはみずみずしいスキンケアオイルのような質感で、春夏に発売されているファンデーションの中でもかなり高保湿なタイプです。こんな感じでみずみずしくて軽いオイルのようなテクスチャーが肌にスッと馴染んでくれるので、とにかく乾燥が気になってうまくファンデーションが塗れないという方や、
しっかりと保湿をしたいという方にぴったりです。はい、こちら側半分にクレドポーボーテのクッションファンデーションを塗ってみました。仕上がりはこんな感じで、スキンケア後のようなみずみずしい濡れツヤ肌に仕上げてくれます。ただ、しっかりと保湿をしてくれるからといって、仕上がりに重さは全然感じなくて、スキンケアのオイルのようなテクスチャーが肌にスッと馴染むような感じなので、厚塗り感は出したくないけれど、しっかりとしたツヤ肌を感じつつ、しっかり保湿もしたいという方にぴったりなファンデーションです。肌表面を触った感じも、みずみずしいオイルでスキンケアをした後のようなしっかりとした保湿感を感じられます。こちらは特に乾燥が気になるという肌タイプの方にかなりおすすめなクッションファンデーションです。そして香りはクレドポーボーテのベースメイクに共通で使われている天然ローズオイルなどを調香した香りがついていますが、いつものベースメイクアイテムよりも香りが少し弱めに感じるので、香りが苦手な方にも比較的使いやすいんじゃないかなと思います。では反対側にはシャネルのレベージュ・ドゥッシュ・ドゥダンを塗っていきます。こちらはかなり特殊なファンデーションで、ジェルベースにファンデーションの粉体が包まれているので、こちらの付属のブラシを使って潰しながら手の甲で混ぜて顔全体にのせていくという使い方です。こちらはジェルベースなので、みずみずしいジェルが肌に伸び広がってくれて、これからの気温が高くてあまりファンデーションを塗りたくないなという時にもとても使いやすい塗り心地です。はい、こちら側半分にはシャネルのレベージュ・ドゥッシュ・ドゥタンを塗ってみました。付属のブラシがこんな感じで、毛が短めで密集しているタイプだからか、ファンデーションをピンポイントに塗り重ねることができる分、ジェルベースで軽くてみずみずしいテクスチャーのファンデーションですが、意外とミディアムカバレッジくらいのカバー力を感じられますよね。ジェルによるつるんと感がある仕上がりなので、少し距離があるとよりカバーしているように感じると思います。近くで見てもこんな感じで、ジェルが肌にふっくら感を出してくれて、綺麗に馴染んでくれています。水分による保湿をしたいという方はシャネルがおすすめで、オイルっぽさのあるしっかりとした保湿感が欲しいという方はクレドポーボーテがより使いやすいと思います。このむき卵のようなつるんとしたツヤの上に、シャネルのレベージュシリーズらしいヘルシーなツヤを感じるところが、夏のツヤ肌メイクにもぴったりなファンデーションだと思います。そして肌表面を触った感じも、何度重ねても重たさはなく、ジェルによる保湿感で肌がふっくらと水分によって潤っている感じがします。香りはシャネルのレベージュシリーズ特有の少しパウダリーな香りがついていますが、他のレベージュシリーズのベースメイクよりもかなり香りは弱めなので、こちらも香りが苦手な方にもとても使いやすいと思います。それぞれアップで比較するとこんな感じです。どちらもしっかりと肌が潤っている感じがわかりやすいと思います。はい、外の自然光で撮影しています。どちらも厚塗り感のないツヤ肌でとても綺麗ですが、よりクレドポーボーテの滑らかさとシャネルのつるんと感の違いがわかりやすいかなと思います。そして4時間後のマスク崩れ、過去の検証結果はこんな感じでした。クレドポーボーテは塗りたてからかなり高保湿なタイプなので、皮脂が気になる肌タイプの私には全体的に皮脂がかなり気になりました。ただファンデーションがよれてしまったり、マスクの摩擦によって剥げてしまう感じはしなかったので、こちらは乾燥が気になる肌タイプの方には今の時期にもすごく使いやすいんじゃないかなと思いました。反対にシャネルは少しファンデーションが薄まる感じはしましたが、ドロドロになる感じでもなく摩擦にも強かったので、こちらは比較的肌タイプ選ばずに使いやすいタイプのファンデーションかなと思いました。それでは最後はポーランドジョーボーテとジルスチャートビューティーのパウダーファンデーションです。こちらの2つは先ほどの素肌に近いようなナチュラルなカバー力タイプでご紹介したシャネルやイプサのパウダーファンデーションよりも少し重さがあってしっとりとしていてツヤ肌に仕上がるというところが似ている2つです。まずはこちら側にポーランドジョーボーテを塗っていきます。こちらはこんな感じの毛が密集しているタイプのブラシが付属でついているので、こちらのブラシで
顔全体に塗っていきます。こちらのパウダーファンデーションはしっとりとしていて重めの粉質なので、厚塗り感はないですが、しっとりと肌にフィットしてくれるようなタイプです。はい、こちら側半分にはポーランド情報でのパウダーファンデーションを塗ってみました。こちらのパウダーファンデーションはパールによるしっかりとしたツヤを感じるようなツヤ肌に仕上がるので、パウダータイプのファンデーションですが、粉っぽくマットにはならずに、下地のみの方と比較しても同じくらいのツヤを保っていますよね。ただこちらはこのパールによるツヤがしっかりと出る分、近くで見るとこんな感じで少しパールによって毛穴が悪目立ちする感じが気になるので、毛穴が気になる肌タイプの方には少し注意が必要かなという感じはします。そして肌表面の触り心地もブラシ塗りだからか下地とファンデーションが馴染んで、粉っぽさは全くないもっちりとした質感に保ってくれているので、パウダータイプのファンデーションでパサつきがなくしっとりとした使い心地で、パールによるこのしっかりとしたツヤを出したいという方におすすめです。ブラシがセットになっているので、物をしようとして持ち運ぶのにも便利ですよね。そして香りはポール&ジョーの人気の下地に入っているオレンジフラワーウォーターの香りがほんのりとします。では反対側にはジル・スチュアートビューティーのパウダーファンデーションを塗っていきます。こちらはスポンジが付属になっていて、しっとりとしていて滑らかな使い心地が特徴です。反対側に塗っているポール&ジョーポーテよりも少しだけ軽さがあって、シャネルやイプサのパウダーファンデーションよりは少し重さがあるという感じのちょうど中間的なパウダータイプです。フェイスパウダーで磨いた後のようなつるんとした触り心地に仕上げてくれます。はい、こちら側半分にはジル・スチュアートビューティーのパウダーファンデーションを塗ってみました。ある程度の重さがあってしっとりとしている粉質というところはポール&ジョーボーテによく似ていますが、ジル・スチュアートは肌表面の毛穴や凹凸を滑らかに整えた後に、鼻筋や頬の高い位置などの部分的に磨いたようなツヤ感が出るのが特徴です。少し距離があるとこんな感じで部分的なツヤをしっかりと感じることができますが、近くで見るとこんな感じで意外とツヤは感じずにしっかりと毛穴や凹凸を埋めてくれるような仕上がりなので、至近距離で見た時もしっかりとツヤ感が欲しいという方はポール&ジョーがおすすめですが、近くで見た時は毛穴や凹凸をフラットにしてくれていて、少し距離があると程よいツヤを感じられる仕上がりが好きという方にはジル・スチュアートがより使いやすいと思います。特にこの鼻筋のハイライトを入れたようなツヤがすごく自然で綺麗ですよね。そして肌表面の触り心地も見た目通りのパウダーで磨いた後のようなつるんとした滑らかな触り心地です。保湿系の下地としっとりとしたルースパウダーを組み合わせた時のような触り心地なので、こちらも乾燥が気になる肌タイプの方にも使いやすいパウダーファンデーションなんじゃないかなと思います。どちらもパウダータイプのファンデーションとは思えないくらいの綺麗なツヤ肌仕上がりですよね。そして香りはジル・スチュアートのプライマーにもついているような少しフルーティーで甘めな香りがほんのりとする程度です。それぞれアップで比較するとこんな感じです。ポール&ジョーボーテは近くで見てもしっかりとツヤ感を感じられるのに対して、ジル・スチュアートは近くで見ると毛穴や凹凸を滑らかにつるんと整えてくれているような肌に仕上がっています。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見てもどちらもパウダーファンデーションとは思えないくらい全く粉っぽさを感じさせないツヤのある仕上がりですよね。ポール&ジョーはよりパールによるツヤ感が分かりやすくて、ジル・スチュアートは自然光で見るとより発光感のあるようなトーンアップ感が分かりやすいと思います。そして4時間後のマスク崩れ、過去の検証結果はこんな感じでした。どちらもしっとりとしていてある程度の厚みがあるパウダーだったからか、皮脂が気になる肌タイプの私には両方ともテカリとマスクによるよれが少し気になりました。どちらかというと皮脂が気になる肌タイプの方よりも乾燥が気になる肌タイプの方で、
マスクをせずに過ごす時の方が使いやすいファンデーションなのかなと感じました。はい、中間的なカバー力の6種類はこんな感じでした。どれもある程度のカバー感は得られましたが、厚塗り感はなく自然で、全体的に綺麗なツヤ肌に仕上がるアイテムが多かったです。そして上半期のファンデーションの特徴の一つでもあるしっとりとした保湿感を感じられるアイテムが多くて、今回ご紹介した中でも特に一番高保湿だなと感じたのはクレトポーボーテでした。こちらはみずみずしいスキンケアのオイルのような質感が肌にスッと馴染むので、肌の乾燥が気になってどうしてもファンデーションがうまく塗れないという時にもとてもおすすめです。クッションタイプなので乾燥が気になった時のお直しとして使うのにもとても使いやすいタイプです。続いて水分による保湿をしっかりとしたいという方はジェルベースタイプのシャネルのレベージュ・トゥシュ・ドゥタンがとてもおすすめでした。塗り重ねても重さが出ることはなく、水分で肌を潤わしてくれるようなタイプでした。これからの夏の暑い時期にもとても使いやすいと思います。そしてその他、肌表面がさらりと仕上がってベタつき感を感じさせないタイプにもしっかりと内側には保湿感があったり、パウダータイプのファンデーションも全く粉っぽさがなくてかなりしっとりとしていたので、乾燥が気になる肌タイプの方にはもちろん、汗をかいた後に水分が奪われて乾燥してしまったり、エアコンによる乾燥が気になるこれからの季節にも使いやすいアイテムだったんじゃないかなと思います。それでは最後はこちら。ハイカバータイプ。ローラ・メルシエのフローレス・ルミエール・ラディアンス・パーフェクティング・トーンアップクッションと、シャネルのレベージュ・ヘルシー・グロークッション。以上の2つです。上半期に発売された新作ファンデーションはカバー力がかなりナチュラルなアイテムが多かったので、こういったハイカバータイプはなかなかありませんでしたが、こちらの2つはコンシーラーなしでも気になる赤みや色ムラなどをしっかりとカバーしてくれるタイプだったので、ハイカバータイプのファンデーションが好きという方に特におすすめの2つです。ではこちら側にシャネルのレベージュヘルシーグロークッションから塗っていきます。こんな感じでオイル感とみずみずしさも感じるようなテクスチャーで、ハイカバーですが肌なじみが良くとても塗りやすいタイプです。5月に発売されたばかりの新作ですが、すでに人気となっていて、サブチャンネルでも他のクッションファンデーションとの比較動画などでもご紹介させていただいています。こんな感じでオイル感と程よいみずみずしさも感じるので、肌表面の乾燥が気になる時にもとても塗りやすい乾燥肌の方におすすめのファンデーションです。はい、こちら側半分にシャネルのレベージュヘルシーグロークッションを塗ってみました。これまでにご紹介した他のファンデーションと比べると、こちらのファンデーションのカバー力の高さがわかりやすいと思います。膜感で肌を覆うようなハイカバーな仕上がりですが、滑らかでつるんとした陶器のような肌に仕上がるので、しっかりとカバーはしていますが、下地のみの方と比較しても厚塗り感が出ていないところがすごいですよね。近くで見てもこんな感じでとても滑らかに肌にフィットしていますが、しっかりと肌の透け感は残さないようなカバー力を感じられます。シャネルのレベージュシリーズらしいヘルシーなツヤ感の中にも自然な発光感を感じられるところがポイントです。質感としては程よいオイルっぽさとみずみずしさを膜感で閉じ込めてくれているような感じなので、しっかりと保湿感を感じることができます。皮脂による崩れを対策したいという方よりも、しっかりと保湿感が欲しいという方に特におすすめな高保湿タイプです。香りについてはシャネルのレベージュシリーズらしい少しパウダリーな香りがほんのりとします。香り自体は先ほどご紹介したレベージュ・トゥシュ・ドゥタンと同じですが、レベージュ・トゥシュ・ドゥタンよりも少し香りは強めです。では反対側にはローラ・メルシエのクッションファンデーションを塗っていきます。こちらはこんな感じでファンデーション部分とピンクのトーンアップ部分に分かれている少し特殊なタイプのファンデーションで、パフにとってこのままなじませていくと、こんな感じで程よくファンデーション部分とトーンアップのピンクカラーの部分が混ざって血色感を感じられるようなタイプです。こちらも反対側に塗っているシャネルと同様、しっかりとカバー力を感じるハイカバータイプですが、
シャネルよりもさらにみずみずしくて軽い塗り心地です。みずみずしさがあるので、肌表面の乾燥やパサつきが気になる時にも塗りやすいです。はい、こちら側半分にはローラメルシエのクッションファンデーションを塗ってみました。こちらも反対に塗っているシャネルと同様、コンシーラーなしでもしっかりと肌の色ムラや赤みなどをカバーしてくれるアイカバータイプですが、真ん中に入っているピンクのトーンアップカラーがファンデーションカラーと混ざることで、頬の高い位置などに程よいピンクの血色感を感じられて、カバー力が高いタイプのファンデーションを塗ると血色感や立体感もなくなってしまうのが気になるという方にもとてもおすすめなファンデーションです。どちらもハイカバーでツヤタイプですが、ローラメルシエは張り感のある生き生きとしたツヤ肌に見せてくれています。近くで見てもこんな感じで、ファンデーションのカラーとピンクのトーンアップカラーの部分も綺麗に馴染んでくれていて、こちらも肌の透け感を感じさせないようなハイカバーに仕上がっていると思います。そして質感としては、反対側に塗っているシャネルよりも軽くてみずみずしい保湿感を感じるタイプなので、肌のパサつきが気になる時や乾燥が気になる肌タイプの方にももちろん使いやすいですが、オイルっぽさや重たさは感じない分、皮脂が気になる肌タイプの方にも使いやすいんじゃないかなと思います。そして香りは原料のような香りがほんのりとする程度なので、香りが苦手な方にもおすすめです。それぞれアップで見るとこんな感じです。こちらもしっかりとカバーしてくれていますが、シャネルの発光感とヘルシーさを感じさせるような滑らかなツヤ肌と、ローラメルシエの血色感を感じる生き生きとしたツヤ肌のツヤの違いが分かりやすいと思います。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見てもどちらも肌の透け感が出てしまうこともなく、しっかりとカバーしていると思います。自然光で見るとよりシャネルのヘルシーなツヤ感とローラメルシエの血色感の感じが分かりやすいと思います。そして4時間後のマスク崩れ、以前の検証結果はこんな感じでした。シャネルはやはりオイルによる保湿感も感じるタイプな分、皮脂崩れが気になる肌タイプの方には小鼻周りなどの部分的に皮脂によるテカリを感じやすいと思いました。反対にローラメルシエはみずみずしい保湿感も持続しますが、そこまで肌表面のベタつき感は感じにくく、ファンデーションが薄まっていくような崩れ方でした。ハイカバーのタイプの2種類はそれぞれこんな感じでした。どちらも同じくらいしっかりとカバーをしてくれて、ツヤ肌に仕上がるというところは似ていますが、ヘルシーさと発光感を感じるような陶器のような滑らかなツヤ肌仕上がりで、水分とオイルっぽさ両方でしっかりと保湿をしたいという方はシャネルがおすすめで、ハイカバーだけれどピンクのツヤで血色感と立体感もしっかりと感じつつ、軽くてみずみずしさで保湿をしたいという方にはローラメルシエがおすすめです。はい、ではこんな感じで2023年上半期に発売されたファンデーション12種類をカバー力別に分けてご紹介していきました。上半期に発売されたファンデーションは素肌のような自然なカバー力と軽くて負担感のない塗り心地、そしてしっかりと保湿力を感じられるアイテムが多かったので、ファンデーションの厚塗り感や負担感が苦手という方にも使いやすいアイテムが揃っていたんじゃないかなと思います。肌タイプや組み合わせる下地などによって仕上がりや崩れ方などに差は出てくるかと思いますが、少しでもファンデーション選びの参考になれば嬉しいです。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。